久しぶりに朝シャンプーしました。珍しくシャワーはもちろん浴びるんですけど、朝だけど髪を洗うことは少ないんだけど、昨日夜どうしてももうめんどくさすぎるからちょっと明日にしようかなと思って先延ばししたので、朝シャワーじゃなくてシャンプーしました。で、今日これからすっごい久しぶりになってしまったコウ先生のところに行きます。スキンクリニックに。で、本当は2ヶ月から3ヶ月長くても大きいぐらいに来てくださいねって言われてたんですけど、多分今回も4、5ヶ月ぐらい、下手したら4、5ヶ月ぐらい経ってしまいました。だからちょっと大丈夫かなと思ってるんですけど、今日もコウ先生にいろいろ肌の悩みを相談しながら、いろいろレーザーとか高周波とかしていきたいなと思っております。なので久しぶりの横浜です。おはよう。かなりすごい登場になっておりますけれども昨日コウ先生のところに行っていろいろレーザーとか高周波とかやってもらって、でこれからどんどん肌の調子上がっていくかなっていう感じなんですけど、やっぱりこうレーザーとかやった後肌すごい乾燥するので、必ずやった日と次の日の朝シートマスクしてるんですけど、今日はねこれにしてみたよ。ダルパの歯科のシートマスク、ちょっと鎮静させたいなということで、かなりねインパクトがある施術だったので、これで鎮静させようってことなんですけど、ダルバのすごいいいシートマスクがあって、最近のシートマスクの中では一番のヒットで、肌プリプリになって本当にエステ1回行ったぐらいな感じになるやつがあるんですけど、こちらなんですけど、ちょっと1回本当に使ってほしい。結構すごすぎて、大事な撮影がある前とかにいつもやるようにしてるんですけど、今日はお休みなんですけどキッチンを見に参ります。この間ね IKEA のキッチンを見に行ったんですけど、なんか食洗機の色がパネル正面のが絶対にグレーになると。だから他のキッチンのパーツのパネルをグレーにしない限り一箇所だけグレーになっちゃう。で下もなんかシルバー、オーブンのところも下もシルバーにしなきゃいけないみたいな、なんかそうなっちゃうのみたいな決まりが結構多くって、やはりリーズナブルだしオプションもいっぱいあったんですけど、ちょっとときめかないねということで、インスタでみんなにキッチンどうしましたみたいなことを聞かせてもらって、みんなからたくさんおすすめをいただいたんですけど、その説はありがとうございました。で、可愛いとこいっぱいあって、韓国のキッチンのブランド本当に可愛かったんですよ。色も可愛いしデザインも可愛くて、すごい上がるねみたいな。でもやっぱり日本に持ってこようと思うとものすごい値段になりそうだねっていうことになって、ちょっと諦めて、でその時にたくさんの方からお勧めいただいたツールボックスに今日は行こうと思ってます。いろんなパーツを自分たちで選べて、こうカスタムも結構自由が利くから自分たちの理想のキッチンができるんじゃないかなと思って、今日結構楽しみにしておりました。でキッチン見に行った後は、ちょっと買い物とか、ゆっくりしてお休みなので、また夕方ぐらいからワインでも飲みに行けたらいいなと思っております。
はいよありがとう。ヤッホー。今日はこれからずっと楽しみにしていたものをピックアップしに行くんですけど、前に虎ノ門ヒルズでちょっと大物を買ったっていう話をしてたんですけど、それのメンテナンスが終わりまして、今日やっとピックアップに行けるということでドキドキしております。ヤッホー。昨日はずっと楽しみにしていた時計をピックアップしに行きまして、本当に可愛くて本当に嬉しいです。はい、オーバーホールを頼んでたので1ヶ月ぐらい待ってたんですけど、やはり大物なので、いやどうしよう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 とか言って大騒ぎしながら、いやもう本当に一目惚れ級に可愛かったんですけど、もうずっと線にいいかな、どうも、いやでもさみたいなことを言いながら行ったり来たりしながら、はい、すごい迷ったんですけど、でもやっぱり買ってよかったなって、はい、改めて思っております。セレクトのお店には可愛いヴィンテージの時計と可愛いヴィンテージのジュエリーのセクションがあって、本当昔のカルティエとかロレックスとかその辺もあれば、エルメスの昔のジュエリーとかシャネルの昔のジュエリーとかも置いてあって、原稿があるものもあるんですけど、原稿がないものもあって、原稿あっても昔とちょっとデザインが違うものとかもあって、いつもセレクトが可愛いから必ずチェックしてて、あれもそれも可愛いなとか思いながら見てたんですけど、ちょっとこの子はショッキングに可愛かったので、すごく買ってよかったなと、長い付き合いになりそうだなと、はい、思っております。で、今日はこれから髪を切りに行くんですけど、久しぶりになってしまって、2026年こそはまめに髪を切る大人になりたいなんて言ってたんですけど、案の定時間が、経ってしまって、もう伸び伸びでして、後ろとかやっぱショート風に切ってたから、なんかもう変な感じになっちゃってるんですけど、でもまだしっかりどんな髪型にしたいのかが決まっておらず、ショートにしたい気持ちはあるんですけど、どんなショートにしたいんだろうかっていうのがまだ固まってなくて、いろいろピンタレストでイメージ集めたんですけど、もうボブはやめたいんです。ボブっぽく見えるシルエットはもうやめたくって、短くしたいんだけど、どういう短く、例えば後ろをキュッとしてここを長くするとか、ここを短くして後ろを長くするとか、はたまたまとまった感じにするか、こうぐちゃぐちゃな感じにするかとか、ショートでもいろんな種類があるので、それすごい迷ってるんですけど、今回も早紀江さんに相談しながら可愛いのを決められたらいいなと思っております。なんか忙しくてあんまりこう髪の毛のことを考えるのを忘れてて、もう今日だ髪の毛切るのみたいな感じで、さっきもいっぱいピンタレスト見てたんですけど、でも可愛い髪型に、なるはずです。早紀江さんがもう絶対的にセンスがいいので、信頼してるので、楽しみです。やお、切りました。嬉しい。やっぱりショートが好きかも。すっごい嬉しいです。なんかしっくりやっぱり来るなと思ってて、どんなショートにするかすごい迷ってたんですけど、今回も早紀江さんと相談しながら、こんなんがいいかな、あんなんがいいかなみたいな話をして、こういう感じになりました。ちょっと自分の癖が出るような感じで、いっぱい
レイヤー入れてもらって、今ちょっとまとまってるんですけど、結構レイヤーがねたっぷり入ってるので、もう日によっていろんな癖が出ていくかなと思っております。嬉しい。やっほー、今日はいきなり寒いんです。なんと体感12度、 iPhone によると冬と思っていきなり。なのでまたこのいつも着てる古着のカシミヤのニットを引っ張り出したんですけれども、今日はねマネージャーさんの誕生日プレゼントを買いに参ります。毎年誕生日にはいつもお世話になっておりますという気持ちを込めて誕生日プレゼントをお送りさせていただいてるんですけど、毎年ね黒い小さなバッグを送らせていただいておりまして、現場とかで使える実用性の高いこういうちっちゃいやつで、携帯とかなんかこうすぐ出せるようなものをお送りしてるんですけど、毎年ブランドを迷うのですが、今年はこれがいいなっていうのが結構スッと思い浮かびまして、でそのブランドのショップだとちょっと在庫があんまりないかもしれないなということで、セレクトで置いてるところにあればと思い、ちょっとセレクトショップに狙いを定めてこれから行ってきます。で誕生日プレゼントのショッピングの後は久しぶりに映画館に映画を見に行きます。プラダを着た悪魔2を見に行くんですけど、すっごい楽しみにしてた。映画自体も1好きだったし何回も見てたから、2が出たよっていうのですごい楽しみにしてたんですけど、映画館がすごい久しぶりで楽しみで、ちょっといろんなフレーバーのポップコーン、サラマリーとのポッドキャストでもおすすめ聞いたので、そのポップコーンとビールを飲みながら大画面でいいサウンドシステムで好きな映画の続編を見るっていう楽しみでございます。まさかの売り切れでした。結構ショック。いつも置いてるからあるかなと思って電話もせずに来ちゃったんですけど、なんか最近人気でないんですよねって言ってて、ちょっとブランドのお店に一回行ってみようかなと思っています。電話したんですけど出なかったので、ちょっと一回行ってみる。お店にも行ったんですけどまたなかったです。だけど銀座にあるという話を聞いたので、でも取り置きができないから表には出てないけど、行ってみてもし裏にあれば買えますってことだったので、とっても優しいセンさんが銀座まで連れてってくれますありがとうございます。頑張りましょう。あるといいね。あるといいね。やっほー、これからマッサージに参ります。ちょっとさっき銭湯ランニングに行ってましたので髪の毛が結構ボサボサなんですけど、今日も2キロ走ってきました。ゆったりと心拍数がそこまで上がりすぎない感じで走っていて、そんなに長く走らないので、ちょっと銭湯会話楽しみながらやってるからまだ続いてます。走るのそんなに好きじゃないけど長く続けようと思っておりますよ。頑張ってね。はい、頑張って。頑張りすぎてないっていう。そう。それね。おはよう。今日は夫婦で遠出をしております。今日はアーティストの菅川友人さんというアーティストの方がいらっしゃるんですけど、有名な方なので知ってる方も多いかもしれませんが、彼のアトリエにご招待いただきまして夫婦で向かっております。以前イベントでお会いした際にいろいろお話ししてくださって、今度アトリエにもっておっしゃってくださってたんですけど、今回ついに実現するということで夫婦でとても楽しみにしておりました。